半々チャーハン一つ。はい。はい、お待たせしました。次半チャーハン。利益というか赤字かチャーハンに関して。実物みたいな、すごい。上手な。味濃いし、うまいし。はい、ありがとうございます。朝炊かれるお米はどのくらいの量？125。これをほなけ6回かな。チャーシューでないですよ、徳島ラーメンって。豚バラ肉をラーメンに入れる。徳島のラーメンって色がかなり濃いかな。そうですね。醤油も刺身醤油入れてますんで、それでちょっと色も濃いめになってると思うんです。これここにある分だけで1日分。そうですね。全部で8キロぐらいです。焼き飯の中にも入れます。こっちがチャーハン用なんやけど、ちょっと厚めに切ってもらったんですよ。で、ラーメンは薄めに。お店自体はお二人でずっと。そうですね。はい。お二人はどういった関係なんですか？中学校からの同級生で。はい。ここのお店の、先代の方が、ちょっと誰かやらんでって言われて、二人でちょっと教えに行かせてもらうんで、味を引き継がせていただいた感じになります。もともとその先代の方が作るラーメンがお好きだったんですか？そうですね。それもやっぱ有名なお店だったんで、もう元祖この徳島ラーメンと言われるもうお店なんで、はい。屋号はその先代の方に同じ屋号でさせてもらいますねって言って快く受けていただいたんで。鶏ガラと豚の足です。もう教えてもらった通り作ってますんで、はい。次足しって感じ。アク取りながら、継ぎ足しで。これがほんまに使う。こちらが本当に使う。これがほんまに使う。で、減ったら、こっちから継ぎ足して、継ぎこっ足して。ちから継ぎ足して。ありがとうございました。先代の方からずっとこの白玉職人さんっていう、老舗の麺屋さんなんですけどね。徳島のネギなんです。この伊藤ネギっていう。地元の。このネギ。
焼き飯の仕込みをやってます。注文が多く入ったらもう間に合わなくなるんでね。今作られてるボール1杯で一つで半々チャーハン、半チャーハン、チャーハン、チャーハンで4種類。半々は1個やし、半チャーハンは2個やしって感じ。今継がれた分が半々チャーハンの分っていう。そうです、そうです。お米の量で3合と半分ぐらい。1キロ半あるかないかぐらいの。徳島ラーメンで特徴豚バラ肉、タケノコっていうのが特徴です。麺までなしにタケノコ。お湯で湯がいて、それから味付けに入ります。トッピングの生ニンニクをそのために用意を。こんぐらいでいけですか？ありがとうございます。朝ごはんは毎朝一緒に食べられる、はいな、一緒に食べる。大概一緒の時間に食べるな。うん。ガス代が低いのかなと思い。スープ炊いたり、スープ沸かしたりするけん、このまま低いままで。重いけん、量多いけん、多分上にするより下にする方が力入ると。開店11時からやけど、10時半にはもう絶対開いとうと思うけん。もう常連さんはもう勝手に入ってくるけん、入ってきたらもう見て開けるって感じ。
はい、いらっしゃいませ。お、はい。あ、これ小よ。嘘だってこれ大よ。ニンニクショーと半々じゃん。半々2つ持ってきたら3キロぐらいになってるんで大丈夫です。2回目です。初めてです。すごいですね、インパクトが。美味しい。飽きのこない。味もしっかりついてて。一緒に買われたのが担当して醜い2つと、はい。品そば小2つと、あと半々チャーハン1つ。はい。肉玉大と、はい、はい、どうぞ。また取りが出てますね。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。上がりでーす。はい、すみません。チャーハンと、品そば小と、肉玉小。半々にも3.5する。これ半々で今半分食べたところ。卵いいと。次、半チャーハン。
じゃあ初めて皆さん来られたんですか？半チャーハンと小と肉小肉玉小です。料理来た時どうでした？笑うしかない。はい、お待たせしました。はい。半チャーハン。半チャーハン。はい、いらっしゃいませ。僕初めてで、2回目。テレビで見たことあったけど、実物見たらすごい。しっかり濃いめのチャーハン。美味しいし、量も多い。まあ、食べきれんかっていうのは、まだパックでもで帰らせてもくれるっていうありがたいね。ラーメンのお味はいかがですか？濃いめの徳島ラーメン、うん。美味しいと思います。初めて連れてきたんだ。こちらはサイズはいくつになるんですか？両方でな、味濃いし、うまいし。チャーハンの味は濃いけど、美味しいです。ごちそうさん。そうです。はい、わかりました。2つも3キロぐらい。そうです。1個でもよかった。2つと、普通が1つと、あと、半チャーハン。半チャーハン7合ぐらい、3キロぐらい入ってます。ほら、半チャーハン。はい。あ。
じゃあ、いいです。はい、これですか。はい、ごめんなさい。はい、お待たせしました。お店開業されてからも14年目、15年目かな。最初、白ご飯だけだったんよ。もう職人さん多いけん、お腹いっぱいになってほしいっていうんで、白ご飯はもう往々にしようって言って2人で決めてこれをしだした。で、常連さんがちょっと焼き飯してたみたいな感じで、ご飯多いけん焼き飯も多いもんっていうで、これがもうだんだんこう今の形になっていったって感じ。利益というか赤字かな、チャーハンに関しては。ですよね。楽しみにしてくれるけん、安うてでかいチューンはもう相当何かが変わらん限りはもうこの形でやっていこうかな。相田さんとお二人でずっと長くされてきたと思うんですけど、はい、お客さんとのね、このコミュニケーションっていうのはなかなか僕苦手な方やけん。習字の場合はお客さんとの対応もできるし、すごい竹刀剣ね、助けられてますね。はい、12からか30年。30年もなるんやもん。みんなね、仲悪くなるって友達は心配したけどね、あんま変わらんな、こって。変わらない。ほんまに変わらない。二人のね、相性と思いますよ。これからもずっとお二人で。そうですね、まあ、体力がある限り、ラーメンも美味しいな、チャーハンも美味しいなって言ってくれるように、はい、やるぐらいですね。ありがとうございました。お世話になりました。気ぃつけて帰ってね。はい。食べ飽きてはないようです。はい、いらっしゃいませ。はい、汗に気をつけてください。
かも細々したちょっと席だったりとか、そういう風なのをちょっと整えたり。コンロは何口あるんですか？コンロは6口なんですけど、6とあそこがちょっと使うか使わないかぐらいですね。難しい時はこの6口が全部全部です。同時に。そうです。お鍋をもう直接かけて作っていってっていう感じなので、今母がここを主にやってるんですけど、時間とのその勝負みたいな感じではいやってくれてます。店自体はひいおばあちゃんとおばあちゃん始めて、はい、4代目っていうような感じになるんですかね。順当にいけば4代目なんです。はい。母が継ぐっていう形ではなかったので、本来なら4代目ですけど、まあ継いだ形でいくと3代目っていう感じですね。75年目とかですかね。バッチリです。お出汁自体ははい。もう朝早くから朝早く取ります。4時ぐらいに。秋どれいりこと利尻昆布です。昔からお世話になっているところがあって、もうその方がもうプロフェッショナルに選んでくださるので、で何個かこう出汁を取ってみてこれだっていう風になったのがその年1年使ういりこになります。お醤油屋さんがうちのためにやってくれてる。おはよう。18センチが主流なんですね、はい、ここが。でこれ16センチなんで、ちょっと一回り小さい鍋焼きうどん出してるの、このお鍋で出してるとこ多いですね、愛媛は。愛媛以外ではそんなには見かけないですね。愛媛の特徴なのかもしれないですね、これは。鍋焼きうどんの具材自体はどういったものがあるんですか？お肉とお揚げとネギとかまぼこが2種類ですね。鍋焼きうどんとセットでいなりも頼まれる方多いですか？多いです。今もう1個ができるんで、結構うどんといなり1個食べる方結構多いですね。足で気をつけてください。出ました、どうぞ。何さんですか？お一人。こちらどうぞ。お待たせ。はい、お待たせしました。お待たせしました。
奥行きます。熱いです。はい、気をつけてください。그리고 그게 의외로 급속도로 가는 게 이게 맛있다. 그때가 8월 먹고 맛을 혹시 안 보고 추가로 갔잖아. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お店をなんかこう引き継ごうと思われたきっかけみたいなのは？東京にいたんですけど、帰ってきた時におじいちゃんすごい力持ちな人だったんですけど、うどん持つ時によいしょって言ったんですよ。あ、なくなると思ってちっちゃい頃からもううどんはおばあちゃんちのこのうどんって思って育ってるんで、それなくしていいのかっていうのを天秤にかけたんですよね。で、あ、なくしたくないなと思ったから継ごうと思って帰ってきました。私がもう朝お煮干し入れてね、でだしを取ってそのだしを家内が味付けていうふうにしよったんよね。結構奥様は味に厳しいって。もうこの人は絶対や厳しいじゃないものないわね。味をこう口に入れたらね、じーっと味を噛みよらいね、自分が納得したら、これでええと思ったらもうそれをもう一日のお出汁に使って本当にこだわりの人。程度沸いてきたら1回沸きます。1回。あとはこう持った時に対流している感じがわかるんですよ。で、おろします。なるべく開けたくないんですよね。ごめんなさいね。はい、熱いので気をつけてください。ありがとう。あ、美味しい。美味しい。おってください。熱いので気をつけてください。はい。どうぞ、全部ですね。ここは初めて。初めて。食べやすくて美味しいな。はい、置きますね。どうぞ。ありがとうございました。
ません。はい、はい、焦って気をつけてください。どうぞ。もう学生だから。あっさりしててね。秋の子の味よね。ありがとうございます。中。ごめんなさい、通ります。ありがとうございました。美味しそう。すいません。じゃあ3つで大丈夫ですか。いなりはどう出汁がすごく効いてる感じします。美味しいです。1個ずつ。昔からね。そうだよね。同じだもんね。変わらない。全然変わらない。新しい店、ここよりはものすごくアクセスがいい場所になるんですし、駐車スペースも20台超えて止めれるようなエリアがありますから、ぜひよければ大通りのみになります。今度はお願いします。よろしくです。昨日から仕込んでるいりこと昆布のうまみが出てびっくり出るよう
気に昆布だけ出して車線程度に約1時間。結構いりこ多めに使ってるんで。天心さんの僕は大好き。空気含ませて一人立ちさせると味が全然変わる。この裏の山から2キロぐらい上流から引っ張ってきてる。畑から取ってきたネギが朝どれです。冬はね、時期になると新そばが出始めた頃からお蕎麦やります。少量ですけどお蕎麦のファンの方もいらっしゃるんで、うどん巡りを何軒かやってる。あそこ美味しい、ここ美味しいって聞くたびにいろんなところ、行ってましたね。おうどんが白、ネギが緑、これが若干黄色で、かまぼこの赤。具材は同じのを引き継いでます。天ぷらもね、ほんまはちゃんとしたところで習えばいいんだろうけど、もともと料理が好きやったからある程度はできてたと思うんやよね。ちゃんと小麦の風味が残るぐらいの配合にしてます。粉を2種類配合して、2対1。お店やってたのがうちの親父おふくろがうどん屋やってたのと、食べるのも好きだった。もちろんうどん屋する前から香川へはうどん食べに行ってた。世にうどん巡りってやつね。塩水はいつも季節に合わせてある程度何日か分を調合済んで、それもなじませてます。手で混ぜて合わせていって足踏みして手で伸ばして切るのも包丁。麺切り台っていうのあるじゃないですか。こうタンタンタンって切るやつ、あれ使ったことないです。便利そうやなって思うだけで。ここ本田食堂になる前に約3キロ上流ドドロの滝っていう滝があるんですけど、そこのところでドドロ食堂っていう名前でうちのおかんたちが居抜きでやりだしたんですよね。それが最初40数年前。そこからこの家が建って、数年後に通うのが困難になってきたからということで自分のオリアを改造して今の店で、3年半前から僕に切り替わってやってます。僕もうどん屋になる気はなかったんで別の仕事をねやってたんやけど、コロナ直撃受けて仕事が激減したので、どうしようかなーって悩んでる最中にうちのおかんが手術を受けることになって、うどん足踏みができないと。じゃあ俺やるわとなったのが3年前。表面ボコボコで全然うどんらしくないんやけど、まず1回目。
日から寝かしてやる方法をとってますけど、こういう時は冬場がええなと思うけどね。冬は冬で寒いし、うどん冷たいから足元から冷えるし、保存方法を間違うとガッチガチに凍ったようになって大変なことになる。つながる。よいしょ。機械ほど正確な均一な太さには無理なんです。分かっててもそれにしたい。雨が降ったり湿度が高いと切った後でも麺がくっついてうまくばらけてくれないとか、それが嫌なんですよ。違うでしょ、レンズ越しに見たら太さが微妙に違うところがなんかとか、これとこれは明らかに違うしうち朝一番からお客さんが並んでわーってくるような感じじゃないんで、茹でたてをね、なるべく小分けにしてます。麺は何分ぐらい茹でられるんですか？基準今12分、場合によって11分だったり13分だったりするんで。これ朝一本だけ。
こまで自転車でここまで買いましたけど、帰ってきませんか。それまで帰ら大変やけど、オペレーション代料費という肉をどういう入りコイル醤油うどんの2玉をとざるうどんのを2玉ごめん、茹でたてあげるけどちょっと時間かんまん。ごめんなさいね。ちょっと茹で時間長めっていうのがみんな悩みどころみたい。通常より2分ぐらい長い。ちょっとごめんなさい。辛い。お店には何度か来られたことがあるんですか3度目ですかね。はい。いりこいる醤油うどんっていうこれですね。の冷たいやつ。これは気に入ってるんで毎回頼んでます。はい。美味しいですね。きつめで 1.5。はい。私もあったかいんで。あ、ほな、きつねもあったかいので。はい。私の行ってる美容院のね方が美味しいよって。きつねうどん。だしが美味しいですよね。店長さんもなんかいい感じの方で。9000円の返し。はい、すみません、ありがとうございます。美味しかったですよ。ネギ油は間違いなくネギ好きなんで多めにしてます。すみません、お待ちの。こっちはカレーネギ油。初めてです。すだちわかめきしネギ油醤油。これ美味しいですね。すだちが入ってるきしめんは初めてなので、やっぱり徳島の味の感じもすごく徳島はすだち。冬ね、ちょっと実は考えておるんですよ。伊豆の風味を楽しめるうどん。きしめんも入れました。きしめんは知らずですが、すだちとわかめがもう。わかめ入
島に来たって感じ。すみません、それでは。ありがとうございました。気をつけて。いりこオイル、醤油うどん。はい。冷たい方で。冷たいのとあったかいのね。了解。高いの。はい。コシがあって美味しいよな。こういう感じが好き。懐かしい感じでいいですね。山かけのあったかいの。はい。さらっとするね、ここから。いいぞ。ごちそうさまでした。美味しいです。めちゃくちゃ。ありがとうございます。ごちそうさま。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。美味しかったです。これがな、短いの。やっぱり懐かしいね、やっぱりこのだしとかね。はい、ごちそうさん。すだちわかめの、普通の一つと、第一つね。了解です。ナルトのわかめを使ってます。2回目ですね。きしめんフェアもやってるいうことなんで、いただきに寄らせてもらいました。はい、夏らしくさっぱりして、お出汁もこうすだちの風味が効いてて、きしめんの食感とあって、美味しかったです。はい、月1回ぐらいですね。油系のいりこオイルとかネギオイル頼みます。大将の人柄、もう最高に大好きです。ものすごくロケーションも良くて、今後も通う予定です。パン生地みたいな感じにこうぷくぷくっと泡が出てくる。これぐらいになるとお好み焼きがふんわり仕上がってます。これ曜日迷う。緑して寝たら鼻水がタラタラ出る。そうだ。いや、忙しいな。夜吉山だろ。あったけど、
さすがに去年よりもはいよ、すだち冷やかけ。大成功。大成功。おかげさまで。私全く無償の時最初の直接選挙出たんです、だからお友達が100枚よこせ俺が運転しながら左寄ってきてくれた人が顔写真も載せる、これやったら何か分かんないし会とかいうのを作って、そして活動する、分かるんですよ、だから例えば胸でも乗らんから全体の問題で本当にいいものが集まるつける法整備を求めていました。しかし今週